今回は、レベル72、ザ・デイドリームについて解説していくよ。ドリームってあるから幻想的なところなのかな。まずは部屋の外観。レベル72は、無限に広がる草原のような空間で、たまに場違いなプールがあるんだ。うわぁ、現実では絶対に見ない風景だ。次に、レベル72について説明するよ。レベル72の生存難易度はクラスペンディング。安全性が不明で、とても不安定で、エンティティの数もわからないんだ。最近発見されたレベルなのか？次に、レベル72の特徴について説明するよ。レベル72に生えている草は、野菜や果物、ハーブなどの食べられる植物ではなく、草は一定の高さになると成長しなくなるんだけど、草原の安定性を維持するため、レベルが影響しているかもしれないと考えられているんだ。草刈りしなくていいなんて、理想の草原すぎる。空に浮かぶ小さな雲は不定形で、高度による雲の違いはないんだけど、比較的低い位置で雲が浮かんでいるため、このレベルが標高の高い位置にあることを示していて、さらに、標高が高いと言える点として水が通常より低い温度で沸騰するんだけど、これは通常より気圧が低いため沸点が低くなるからなんだ。急に理科が始まったけど、気圧が低いってことは酸素大丈夫なのか？確かに、現実世界では雲ができるほど気圧が低下していると、空気中の酸素は、生命活動が危険にさらされるほどの量になるんだけど、この空間においては普通に呼吸ができるほど酸素量があるんだ。この空間における酸素の密度が現実世界より高いのかな？空間内にあるプールは見た目至って普通なんだけど、水が常にろ過される効果を持っているため、見た目だけでなく水質的にも清潔なんだ。飲み水としてもいけるのかな？水に触れても特に有害性のある問題はなく、むしろ副交感神経を高めて、触れた人にリラックス効果を与えるんだ。ほぼアーモンドウォーターじゃん。確かにアーモンドウォーターと似たような効果だけど、まだ確定的ではないんだよね。新たな液体オブジェクトの発見になるかもな。ちなみに、空間調査の際にプールの水についても実験を行っていて、仮説段階では、水の中にナトリウムなどのミネラルが含まれているんじゃないかと、考えられたんだ。なんでナトリウム？ナトリウムは筋肉や関節を和らげ、血液の流れを良くする重要な要素であるんだけど、残念ながらナトリウムを含むミネラル類は見つからなかったんだ。やっぱり予想を外してくるよな。また、プールがなぜ人を落ち着かせることができるのか、その理由も確認されていないんだ。だよな。まあ、体にいいからといってプールの水を大量に飲むのもあまりよろしくなく、プールの水を大量に飲むと腎臓にダメージを与える可能性があり、この水のろ過効果によって浄化された状態を保つために、その過程で体内の細胞を溶かすことになるんだ。やりすぎは良くない。プールの構造は円だけでなく、楕円形や正方形、四分円、半円など、様々な形が人工的に作られているんだ。すげえ成功だな。また、プールはすべて研磨された磁気タイルで構成されていて、浅いプールには階段やスツールが、深いプールにははしごが備わっているんだ。レベル37のプールっぽさも兼ね備わってるな。空間内では一貫した気象サイクルはなく常に晴れているため、土から水分を抽出することもできないんだけど、土の表面は非常に湿っていて、まるで本当に液体が溶け込んでいるかのような触り心地なんだ。水がないのに湿ってるのか。また、さっき言った通り常に晴れているため、降水などの気象は発生しないんだけど、それでも草は水を吸収する必要がなく、草を切り刻むと、瞬時に以前の高さまで再生するんだ。この草、強くね？でも、草を燃やすと再生できず、すぐに枯れてしまうんだ。さすがに火には勝てなかったか。巨大な丘や高地には高い草が生い茂っていて、丘陵は完全に草むらで満たされておりなだらかな形成が特徴的なんだ。穏やかそうなところだな。また、山は標高が高くなるにつれて徐々に寒くなっていき、登っている人の血流が徐々に悪くなり、凍傷になる可能性があって、山や丘を登ると傾斜が高いほど肺は弱くなり、上空に近づくほど酸素の量は絶えず減少するんだ。なので、適当な山々を登ることは生存者にはお勧めできないんだ。すでに標高が高い位置にいるから余計に危ないよな。さてさてグミさん、レベル72はプールをはじめ丘や山が特徴的なんだけど、山の反対といえばなんだ？谷？正解は海でした。レベル72に海があるのかよ。草原を越えると海が広がっていて、海に近づくと草もどんどん高くなっていき、雲は草原よりも高くなるんだ。標高が低くなってる？また、穏やかな潮風が吹いていて、雨や曇りなどの天候の変化もあるんだ。現実世界に近い環境だな。海は水平線が見えるほど果てしないため、このことから、このレベルの主要となる陸地が巨大な島であることがわかるんだ。じゃ、海岸を歩けば島一周できるんじゃね？と思っちゃうけど、海岸線を歩いても島を一周することはなく、
延々と似たような海岸線が続いているため、レベル全体が本当に島であるかどうかははっきりとはわからなかったんだ。どんだけでかい陸地なんだよ。レベル72の海は、現実世界の水質とほぼ一緒で、若干異なるのは、ナトリウムが大量に含まれているんだ。ここでもナトリウムか。その影響で長時間海水に触れていると、火傷のような症状が出ることがあって、触れている時間が長いほど、火傷もひどくなるんだ。ちょっと危険じゃねえか。ちなみに、この海域をさまよう海の生き物やエンティテの目撃情報はなく、空間全体のエンティテ調査を行った時も、全く目撃されなかったんだ。エンティテがいないのは保証されているのか。次に、レベル72に関するドキュメントを紹介するよ。ドキュメント紹介って久々な気がする。レベル72に関して、回収されたノートが一つあるんだ。それがこちら。リフレクションズ。静かな風が肩越しにそよぎ、爽やかな水が心を沈める。彼らはこの次元に本当の安らぎ、楽園、憩いの場を見るかもしれない。しかし、この場所は単なる広大な野原ではない。人が真に理解することのできない場所だ。正直に答えよ。このような場所を作り上げるできる人がいると思うか？君の目はけ幻想だ。私には君の考えがわかる。このような場所は普通の現実に閉じ込められているわけではなく、二つの世界の間にある空間的な異常なのだ。それは宇宙の一部かもしれないが、その無意味さが、効果的にそれを隠していた。意識の存在は完全にバラバラで、夢でも悪夢でも明晰夢でもない。それは、あなたの後頭部に隠された無意識の状態であり、あなたがそれをもう一度掴み、体験するのを待っているのだ。丘の圧倒的な作り物感、草のサイドの高さ、異常な環境の中に無造作に置かれたプールなど、夢の中で思い浮かべるような場所であることは間違いない。よく見るんだ、誰かが待っているかもしれない。どこかで見覚えのある人。夢で見たことがある人。君は真実に近づいている。何これ？怪文書？こういう怪文書に隠されたヒントがあるんだよね。どこ？私にもわかんない。わかんねえのかよ。最後に、レベル72の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル72の入り方。レベル71の薄暗くわかりにくい場所に入ると、レベル72に、レベル35の地下ダムにある301と書かれたドアに入ると、レベル72に、レベル2240のピラミッドのレンガをノークリップすると、レベル72に、レベル867の道の外をすり抜けると、レベル72のプールに、レベル2787で3回生き延びると、レベル72に、レベル730の鉄格子を通過すると、レベル72に、レベル140のベッドで寝るとノークリップして、レベル72に、行くことができるんだ。基本ノークリップでここ来れるのか。一方、次のレベルの生き方は、おしゃれな庭を見つけ、花が咲き乱れる土の中をノークリップするとレベル73に、稀にレベル3004に、プールで溺れるとレベル1039かレベル240に、水深10フィート以上のプールに飛び込むと、レベル1036に、特定の彫刻のシルエットに接触すると、レベル 7.1 に、行くことができるんだ。レベル37に行くことはできないんだな。ということで、今回はレベル72を解説したよ。レベル72は、夢の中で見るような空間だったけど、私が予想するにこのレベルはいずれクラス0に分類されるだろうな。ほう、理由は？一番の理由はエンティテがいないからかな。残念。正解は、記事削除済みでした。削除されてんのかよ。